皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球知恵袋をよろしくお願いします。では本日のテーマはですね、今すぐチキータを簡単に覚える方法についてやろうかなと思います。こちらは初心者、中級者の方対象で、世界で今流行り、日本でも流行りですね、全国的にチキータ、台上ドライブというのがすごく主流になっています。これを初心者の方、中級者の方は、上級者の技だからちょっとなっていう感じで、敬遠しがちになっている選手、実はもうどんどん使ってもらいたい技術ですね。やっぱりチキータがもし入らなくてもいいんで、バッと打つことによってミスしてでもいいので、打てば相手がチキータもあるんだっていう意識で持たせれるっていうことで、相手にプレッシャーをかけれます。それが入らなくても攻撃的なレシーブはこいつは持ってるんだっていうふうに思わせれることが大事なので、そうするとまた普通のつっつきとかストップ、払いがより効くっていう展開になるので、なのでチキータというのはもうほぼ全員の攻撃選手はもう必ず今すぐ覚えてほしいです。今日やる3つのステップをやれば簡単にすぐ試せるサイドスピンのチキータっていうレシーブ方法は覚えれるっていう形になるんで、ぜひトライしてみてください。では手順3つやりたいと思います。でまず1つ目のポイントは、こちらのボールの後ろの部分を捉えてサイドスピンをかけるということを、まずそれだけをやってください。このボールあります。でこのボールの真後ろですね、真後ろをこういう感じで捉えてください。横で捉える、これだけでいいです。相手に球を出してもらうっていう感じではなくて、自分で一人でボールを台について横で入れる、これだけです。一人で練習もできます。でスイング的にはこのボールの真後ろを捉えるので、ラケットの面はこういう感じですね。であっちにスイングしてやるような感じでシュッとこすってあげるだけです。もうこれだけです。ちょっと横を入れてあげる感じです。強烈に力を入れるとか手首をグッと使うとかそんなのいらないです。あっちに向かってやってあげる、ラケットを出してあげる。そうするとボールにこうやって横回転がこうかかってくれるので、これでサイドスピンのチキータのレシーブの基本の回転っていうのを感覚で覚えれるようになります。ちょっと中学生で卓球やって1年ぐらいの子とかでも、最初まずこうやって小学生の子でもあっちに向かって1人でやる。こうするとまずチキータの回転を覚えやすくなります。でこれができるようになったなっていうふうに思ったら、今度は2つ目のポイントですね。で2つ目のポイントは今度は今1人でやることができたので、球出しをしてもらって、それを体を入れて今のように打球してください。で体を入れるっていう、どのようにやるかっていうと、相手に卓球練習か下回転サーブをこうやってナックル系のサーブか下をバック前に出してもらって、それをこうさっきは手だけでこうやってやってたんですが、手だけじゃなくて大きく右足を入れて打つっていうふうにやってください。チキータをやるときのポイントはやっぱり小手先、試合中だとどうしても予測と違うコースにサーブやっぱり来ることが多いんで、それに対して手だけでこう行ってしまうと、遠いところでの場面ですごいチキータ難しいですよね。肘も伸びきっちゃってるし、腕も伸びてる状態だとここからサイドスピンちょっと難しいですよね。だったら体をしっかり入れることで、多少ボールがサーブがずれてきてもそのずれたところに合わせれる、そこまで運んでパッとそこから飛ばせるサイドスピンのチキータをかけれるっていう形になるので、できるだけこの体を入れるっていう動作を今度は一緒にやってください。でこの体を入れる、右足を入れる、どちらも同時に一緒にこう入る、腕と足と体3つとも意識してきて、まず入ってこういうイメージですね。右足入る、体入る、チキータっていう感じで体を入れて、これだけひたすら最初は練習してください。そうするとちょっと実践っぽく練習できるので、これでだいぶレベルアップするかなと思います。手順1と2だけでもかなりチキータっていう回転は覚えれるんですが、今度は3つ目のポイントですね。
3つ目は、前腕とこの前腕と右肘と手首を、バランスよく使って打球してください。これはどういうことかと言いますと、とりあえず手順1の1人でとりあえずサイドスピンをかける練習、そして手順2の相手にサーブかける練習を出して下を出してもらって、それに対して体と右足を入れてチキータをする。で3つ目のポイントはバランスよく。バランスよくってどういうことなのかだっていうんですが、よくサイドスピンをかけるとき、チキータをかけるときにありがちなのは手首でこうガッとかけてしまう方。手首だけという状態でやるとボールにサイドスピンはかかるんですけど、でも球自体はそこまで威力出ないんですよね。浅くなっちゃったりとかボールが浮いてしまったりとかなりやすく、相手にチャンスボールを与えてしまう結果になりやすいっていうのが、私の経験なんですが、そういう傾向があります。なのでできるだけ最初は意外と知られてないのが、この右肘とこの前腕を最初に入る感じですね。最初右肘と前腕がこうガッと前に入って、で最後ボールが来た時に手首でこう返したような感じです。意識は最初から手首でこうやっていこうとすると飛ばせないんで、威力出せないんで、肘から入った前腕で入り込んできたと思って一気に手首で返してあげるっていう感じですね。そういう手順でやるといいチキータ、質の高いチキータっていうのができるようになるんで、そういうふうにドライブとかと一緒ですね。小手先だけでこうやってフォアドライブもこうやって手首だけで打ってるとやっぱ威力出ないんで、こう体使ってフォアドライブとかも打つと思います。バックドライブもでチキータもやっぱ同じようにこうやって肘と前腕先に入れて体を使って最後に手首でかけるっていう感じで飛ばすとバッと威力がある球っていうのが出せるんじゃないかなと思います。今手順3つ言ったんですけど、3つ目のポイントは正直なところちょっと難しいんで、まず最初は手順1、手順2をやってもらってチキータの感覚っていうのをひたすら覚えてください。では、1つ目のポイントはまず1人でこの台にバウンドさせて横を入れるですね。これだけです。で、ボールのもう真後ろを捉えて飛ばす。これだけです。でラケットスイングはあっちにちょっとやるような意識で飛ばしてください。これは1人でも練習できるので、ぜひトライしてみてください。で今度は手順2つ目ですね。手順2つ目は、体と右足入れてで姿勢低くして同じようにやってください。まずは悪い例だけやります。これ悪い例ですね。こう体が遠いので、今入っちゃってますけど、それ回転がかけれないし威力も出ない形です。で今からちょっと正しい例やります。っていう感じですね。一回一回体を入れて右足を入れて姿勢低くしてやるようにしてください。で3つ目のポイントですね。3つ目は前腕と手首と肘をバランスよく3つ意識しながら打つっていうことをやってください。決して手首だけ使ってチキータをするという感覚でやらないよう、右肘と前腕を最初に使ってから手首を使うっていう感覚でトライをしてください。